ざいます。岩崎です。今日は冬の登山にも日常にも効くあったか小物の決定版をご紹介いたします。皆さん、高いダウンを着ているのになんか寒いなと感じたことはありませんか？実はそれ、服のせいではなく、体の蓋が開けっぱなしになっているからかもしれません。今回ご紹介する5つのアイテムはすべてモンベルの名品たちなんですが、選んだ基準には明確な科学的な理由があります。それは3つの首を塞ぐことです。人間の体には熱が逃げやすく、逆にここさえ温めれば全身が温まるという急所が3つあります。それが首、手首、足首です。ここには皮膚のすぐ下を太い血管が通っています。いわば体内に温かい血液を運ぶヒーターのパイプがむき出しになっている状態なんです。ここが冷えると冷たくなった血液が全身を巡って体の芯まで冷え切ってしまいます。逆に言うと、この3つの首さえ的確に守ってあげれば、分厚い服を何枚も重ねるよりずっと効率的に体を温めることができるんです。ではここから私が実際に使ってよかった冬の暖か小物を一つずつご紹介していきます。冬の山歩きはもちろん、普段の通勤や買い物にもそのまま使える内容となっていますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは始めます。どうぞ。まず最初は第1の首、ネックを守る最強の蓋です。モンベルのスーパーメリノールバラクラバ3960円です。首には頸動脈という脳や体幹につながっている一番太い血管が走っています。ここを冷風にさらすのは真冬に窓を全開にしているのと同じことです。だからこそマフラーのような隙間ができるものではなく、このバラクラバで密閉するのが正解なんです。このバラクラバの肝になっているのがモンベル独自のスーパーメリノールという素材です。普通のあったかインナーって空気の層で暖かいですよなんですが、スーパーメリノールはそこにもう一つの仕掛けがあって、湿気を吸った時に自分で発熱するんです。汗とか口から出る水蒸気が繊維の中に入っていく時に凝縮熱という熱が出るんですけど、その素材はその熱をすごく効率よくキャッチしてくれます。特にバラクラバってちょうど呼気が一番溜まる場所につけるじゃないですか。普通なら息でビチャビチャ冷えてつらいになりがちなところ、スーパーメリノールは湿気をうまく熱に変えて汗冷えを防ぐ方向に使ってくれるというのがすごく相性がいいポイントです。しかもメリノールなので防臭性もすごく高いです。何日か続けて山に入るとか洗い替えをあまり持っていけない遠征でも匂いが気になりにくいのは大きなメリットです。素材だけじゃなくてデザインも結構よくできていて、個人的にポイントだなと思うのが2つあります。1つ目は薄くて軽いこと。重さはだいたい 50g 前後で、厚さも割とインナー寄りなのでヘルメットの下にかぶってもそんなにゴロゴロしません。2つ目は顔周りの使い分けがしやすいところ。一番寒い時は目だけ出すフル防寒モード。上りでちょっと暑くなってきたら口元を顎まで下げてもじもじくん。さらに顎を戻して頭を出すことでフェイスガード。気温がもう少し上がったら首だけ残してネックウォーマーになり、さっと切り替えられるのでいちいち脱いだりしまったりしなくていいのが楽です。あともう一つ地味にすごく大事なのが鼻のところに入っている樹脂の芯、ノーズコアと言います。ここを自分の鼻の形に合わせて軽く曲げてあげると呼気が上に抜けにくくなるので、ゴーグルとかメガネの曇りをかなり抑えてくれます。冬の撮影とか滑り系のアクティビティだと曇るかどうかでストレスが全然違うので、このノーズコア付きは実はかなり大事な安全パーツだったりします。素材のブレンドはスーパーメリノウールが約8割で、残りがポリエステルとナイロン、ポリウレタンです。ざっくり言うとメリノウールが暖かさと防臭の担当、ポリエステルが乾きやすさ担当、ナイロンとポリウレタンが伸びと耐久性担当みたいな役割分担になっています。しかもウォッシャブル加工がされているので
30度以下、弱いコース、中性洗剤を守れば洗濯機でも OK なのが嬉しいところです。メリノは手洗いでしょっていうハードルを結構下げてくれているので、冬の間ガンガンに使いたい人には向いていると思います。というわけで、モンベルのスーパーメリノウールバラクラバは、真冬の低山でもとにかく顔周りを冷やしたくない人、雪山やバックカントリーで発汗、休憩、冷えるのパターンが怖い人、メリノのバラクラバが欲しいけど1万円コースはちょっとという人、こんな方にはかなり刺さるアイテムだと思います。薄くて軽いのに吸水発熱と防臭、ノーズコアまで入っていて、お値段は3960円。コスパで見るとかなり山寄りのバラクラバです。次は足元です。第2の首、足首を守る砦です。モンベルのメリノウールアルパインソックス、2860円です。足首には側肺動脈などが通っていますが、ここは心臓から一番遠い場所。ただでさえ血液が流れにくいので、一度冷えるとなかなか温まりません。だからこそ中途半端な靴下ではなく、圧倒的な厚みで断熱する必要があるんです。このソックスは厳冬期のアルパイン専用ギアというより、冬中使えるちょっと贅沢なあったか小物として見るとイメージが近いです。例えばこんな使い方がハマります。冬の低山ハイクや雪の里山歩き、雪国での負担履きブーツ用ソックス、冬キャンプの車中泊の寝る時専用ソックス、スキースノボーで休憩中に足先が冷えるのを防ぎたい時、極厚クッションのおかげで足裏の衝撃を和らげつつ、つま先の冷えをかなり遅らせてくれます。その代わり厚みはしっかりあるので、いつものタイトな街スニーカーにねじ込むみたいな使い方だけは NG。 少しゆとりのある冬ブーツやトレッキングシューズ、もしくは寝るとき専用テントシューズと合わせて履くといった使い方がいいです。まとめると、このメリノウールアルパインソックスは極厚のクッションでとにかく足先を冷やしたくない人、冬のアウトドアと雪国や真冬の街履き、どっちでも使いたい人、メリノの防臭性を生かして冬はこれ一足をローテーションでガンガン使いたい人におすすめです。そして見落としがちな第3の首、手首です。私が一番愛用しているモンベルのシャミースグローブ、2200円です。手首の内側を触ってみてください。ドクドクと脈打つ頭骨動脈があります。ここも皮膚が薄く外気にさらされやすい場所です。手がかじかんで動かなくなるのは、この手首の血管が冷えて収縮してしまうからです。このグローブはその血管の上に1枚空気の層を作ってあげるイメージです。これは登山用としても優秀なんですが、街、通勤、車の運転、コンビニの買い物、もう生活全体のどこにいても使える万能グローブなんです。シャミースという名前はモンベルが使っている軽量フリース素材のことです。一番の特徴は薄いのにちゃんと暖かいことです。なぜかというと、このフリースは超極細のポリエステル繊維を高密度で編んでいて、生地の中に大量の空気を含める構造になっているからです。空気を含む量が多いということは熱が逃げにくいというフリースの原理を最大限に生かした素材なんですね。シャミースは保温性と通気性のバランスが絶妙で、歩いて汗ばんでも蒸れにくいのがすごく便利です。手汗をかいても綿の手袋みたいにべちゃっと重たくならず、すぐに乾くのも心地よさの理由です。そして本当に軽いので、バッグにポンと入れておけば邪魔になりません。冬の山だとインナーグローブとしても役立ちますし、街ではちょっと寒い朝だけ使うみたいな自由度が高いです。シャミースグローブの真骨頂は指先の動かしやすさです。フリースなのに生地が薄いので、スマホの操作、カメラのボタン、ザックのバックル、こういう細かい動作が本当にやりやすいんです。手袋を外さないで細かい作業ができるって、冬はめちゃくちゃ助かります。登山ではインナーグローブとして超優秀。厳冬期はもちろん、春、秋、冬の
ほぼ3シーズンで出番があります。朝のスタートが冷える、休憩でじっとする瞬間、稜線の風が冷たい、こういうちょっとした冷えを消してくれるので、低山から中級の雪山まで本当に頼りになります。それと同じぐらい大事なのが日常での万能感。通勤の自転車、車の暖気待ち、犬の散歩、とにかく寒いけどごつい手袋はいらないという場面で100点の活躍をしてくれます。色味も落ち着いているので、待ち着のコートやカジュアル服との相性もいいんですよね。サイズ感は比較的ジャスト気味です。指が長めの方はワンサイズ上がちょうどいいこともあります。ぴったりすぎると汗ばむので、軽くゆとりくらいが快適です。ただし防風性はありません。風が強い日は上からアウター手袋を重ねるレイヤリングが鉄板です。まとめると、シャミースグローブは軽い、暖かい、蒸れにくい、指先が動かしやすい、山でも街でも毎日使えるという万能手袋の代表です。一つ持っておくと冬のストレスが本当に減るアイテムです。続いてはモンベルのケーブルニットワークキャップ3520円です。3つの首を温めても熱気というのは上へ上へと逃げていきます。首元で温めた空気が頭から抜けてしまわないように、最後にかぶる屋根が必要です。ワークキャップというだけあって、特徴はこの短めのつばと浅めの形です。つばはだいたい5センチくらい、一般的なキャップより少し短くて、その分視界が広くて動きやすい形になっています。そして本体は立体的なケーブル編みのニット。ふんわりした見た目なんですけど、形はワークキャップなので、可愛いとちょっとシャープがちょうど半分ずつみたいなバランスのデザインになっています。素材はアクリルにウールを混ぜたニットです。アクリルはウールにかなり近いふっくら感があって、繊維の中に空気を溜め込みやすいので、とても暖かい素材です。しかも丈夫で型崩れしにくくて乾きも早い。そこにウールを少しブレンドすることで、蒸れにくさと自然な風合い、肌触りの良さがプラスされています。さらにこのケーブル編みがポイントで、縄みたいに立体的に編むことで生地の厚みが部分的に増え、繊維の間に空気の層がたっぷりできます。ざっくり言うと、アクリルの丈夫さ、ウールの快適さ、ケーブル編みの空気の層で拾った風をしっかりブロックしてくれるあったかニットキャップになっています。かぶり方で印象が結構変わるのもこのキャップの面白いところです。しっかり防寒したい日や風の強い山の上では、後ろを深めにかぶってから前にスッと下ろしてあげると、耳周りまでしっかり覆えて一番あったかいです。一方で顔周りをすっきり見せたい時や、街でちょっと軽めにかぶりたい時は、少し浅めにふわっと乗せる感じにすると、横幅が強調されにくくてバランスが取りやすくなります。つばが短めなので、山の道標を見上げたりカメラを構えたりしても視界の邪魔になりにくいですし、自転車に乗る時なんかもちょうどいい長さかなと思います。素材がアクリルコンのニットなので、長くきれいに使うためにはお手入れだけ少し気をつけてあげるのがおすすめです。一番安心なのはぬるま湯と中性洗剤での手洗いです。ぎゅうぎゅう揉まずに押し洗いして、タオルで水気を取ってから形を整えて平干ししてあげるイメージです。あとアクリルは熱に弱いので、高温のアイロンや強いスチームは NG です。当てすぎるとテカテカに光ってしまって、せっかくふんわりした風合いが戻らなくなってしまうので、シワが気になるときはちょっと離れたところからふわっとスチームを当てるくらいが安心です。ということで、モンベルのケーブルニットワークキャップは山でも街でもかぶりやすい機能付きのあったかニットキャップという位置づけです。頭と耳をしっかり温めたい、でもキャンプっぽいシルエットも楽しみたい、キャンプや低山ハイク、そのまま街にもかぶっていきたい、そんな方にはすごくちょうどいいアイテムだと思います。最後はこれら3つの効果を最大化させるベースレイヤー、スーパーメリノウールライトウェイトインナーシリーズです。ここまで首、手首、足首というパイプを守る話をしてきましたが、そもそもパイプの中を流れる
熱そのものがなければ体は温まりません。このインナーは汗などの水分を熱に変える吸水発熱で熱源そのものになってくれます。インナーで熱を作り、3つの首でその熱を逃がさない。このサイクルが整うと冬の体感温度は劇的に変わります。スーパーメリノウールライトウェイト U ネック T シャツ5940円、スーパーメリノウールライトウェイトタイツ6600円です。 LW はライトウェイト薄手タイプのベースレイヤーです。このタイツ平均重量が約 90g と本当に羽のような軽さです。それなのにしっかり暖かいのがこのシリーズの一番のポイントです。素材はウール 85% にポリエステル 15% をブレンド。メリノウールの暖かさと着心地の良さに乾きやすさと丈夫さをプラスしたバランス型のインナーになっています。スーパーメリノウールの一番の特徴は吸湿発熱と呼ばれる性質です。人間の体って寒い時でもほんのり汗や水蒸気を出しています。メリノウールはその空気中の湿気を取り込むのにほんの少し熱を出してくれるちょっと不思議な素材なんですね。つまり外から電気で温めるのではなく、自分の体から出てくる湿気を利用してじわっと温めてくれる着るエアコン、着るカイロみたいなイメージです。さらに大事なのが汗冷えしにくいという点。普通の化繊インナーだと汗をかいた後一気に汗が気化して体温を奪ってしまうことがあります。メリノウールの場合は汗の水分を一旦繊維の中に溜め込んでゆっくり外に逃がしてくれるので、急にゾクッと冷えるあの感じをかなり抑えてくれます。雪山での行動中、休憩中の温度差を滑らかにつないでくれる素材なんですね。次に着心地の部分を見ていきます。まず肌触り。このスーパーメリノウールはすごく細かい繊維だけを使っているので、ウールイコールチクチクするというイメージとは全く別物です。直接肌に着ても痒くなりにくくて、長時間着ていてもストレスがありません。そしてモンベル独自の工夫が袖口や裾に使われているスパイラルスランテックカフという構造です。縫い目をぐるっと真横ではなく斜めに入れることで締め付け感をかなり減らしてくれます。さらに縫い合わせの部分はフラットシーマーという製法で出っ張りをできるだけなくすように作られています。タイツの股、太もも周りでも縫い目がゴロゴロしにくくて、スレルによるストレスを減らしてくれます。実際の使い勝手のところもお話しします。まずメリットとして、とにかく軽い、なのに動き出すとちゃんと暖かい、蒸れにくく匂いも出づらい、この3つが大きいと感じています。タイツは平均 90g 前後と本当に軽いので、予備としてもう1枚持っていっても荷物になりにくいですし、山小屋泊やテント泊での着替え用としてもすごく優秀です。一方で気になる点を挙げるとすれば、あくまで薄手なので真冬の低山でじっとしているだけならこれ1枚だと心もとないケースもあります。ウール製品なので速乾性だけで言うと完全な化繊インナーにはかないません。なのでよく動く登山、ハイキングや歩き回る旅行、そして上に中厚でのレイヤーを重ねる前提の方に特に相性がいいインナーかなと思います。というわけでモンベルのスーパーメリノウールライトウェイト U ネック T シャツとタイツを暖か小物というテーマでご紹介しました。荷物は軽くしたいけど汗冷えは絶対に避けたい、1枚でいろんなシーンをカバーできるインナーが欲しい、そんな方にはとても相性のいいアイテムだと思います。いかがだったでしょうか。今回はモンベルを通して首、手首、足首の3つの首を温めるという話をさせていただきました。これは単なるおすすめグッズではなくて、人間の構造に合わせた防寒パーツです。首で太い血管を守る、手首、足首で末端の冷えを防ぐ、インナーで熱を作り出しキャップで蓋をする。このロジックさえ分かっていれば、山はもちろん朝の通勤や散歩、風の強い日の買い物でも、なんでこんなに寒いんだろうと悩むことがなくなります。ぜひ今年の冬はこの3つの首を意識して賢く暖かく過ごしてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしなるほど参考になった
と思っていただけたら、高評価とチャンネル登録して応援していただけると大変励みになります。コメント欄で皆さんが冬に冷えて困る場所や対策もぜひ教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。